こんにちは。ボルデュールサロンヨーカです。今回はマルティーズクロスについてお話ししたいと思います。マルティーズクロスというのはこういう感じのかがり方のことです。結構いろんなところで使ってまして、こっちのテーブルセンターでもここに使ってるんですね。こういう感じで。こっちの、ビスコーニュもちょっとちっちゃいんですけど、ここにこうマルティーズクロス使ってます。でね、多分一番わかりやすいのはこれだと思うんですけれども、この真ん中のこうお花のように見えるのがマルティーズクロスです。マルティーズクロスはとても応用範囲が広いかがり方で、針の運び方によっていろんな模様を作ることができるんですね。なのでハーダンガン刺繍の数あるかがりの中でも比較的よく使われるステッチのうちの一つなんですけれども、マルティーズクロスは結構刺しにくいかがり方のようで、よくご質問いただきます。で、そのご質問の中で一番目立つのが、マルティーズクロスの形が美しくならないので、どうやったらきれいに刺せますかということなんですけれども、今回はそれについてお話ししていきたいと思います。で、まずこちらをご覧いただきたいんですけれども、こちらね、両方ともマルティーズクロスなんですね。でもこう2つを見比べてこう見ていただくと、こう全く感じが違いますよね。この左側の方はちょっとこう歯車っぽい感じのステッチかなと思うんですけれども、この右側の方はお花っぽい可愛らしい感じの仕上がりです。これどちらが良いのかはもう個人の好みになってきますので、お好きな方で刺していただくのが一番良いんですけれども、私はね、この右側のお花っぽく仕上がる方が好きなので、いつもこちらで刺しています。でね、この右と左、こう仕上がりの違いというのがどこから生まれてくるかお分かりになりますでしょうか。これね、2つとも針の運び方は全く同じなんですね。で、違いがただ一つだけあって、この2つのステッチの違いを生んでいるのは、こう模様を形作る時のこう一針一針の糸の引き、こう糸を引っ張るテンションの強さが異なっているだけなんですね。左側の方は全くテンションをかけずに刺していて、で右側はかなりテンション強めに刺してます。それだけの違いなんですけれども、こうご覧いただくとお分かりになるかなと思うんですけれども、こういう感じにこう仕上がりに大きな違いが出ますので、もしこう右側のように刺したいのであれば、糸を引く時のテンションの強さに気をつけながら刺していくと、とっても美しい仕上がりになります。というわけで、ちょっとその強いテンションをかけてマルティーズクロスを刺していってみたいと思うんですけれども、まず最初にここ
糸2本をこうくるくると刺繍糸で巻きつけていくんですね。その時々で使っている刺繍布のカウント数とか糸の太さによって巻きつけ回数は変わってくるので、ここの巻く回数は気にしなくてもいいです。ただね、だいたいここに巻きつける目安としては、ここの織り糸の長さのこう3分の2ぐらいまでこうくるくると巻きつけると思っていただくと、どんな布でも糸でもこう綺麗なマルティーズクロスを形作れるようになるので、この3分の2を目安にこう巻きつけていってみてください。じゃあちょっとこう巻きつけますね。ここを巻きつける時にはもう結構こう強めにもうキュッとキュッキュッと巻きつけていってください。でこの時にここ巻きつける時に前の巻きつけた糸の上にこう来ないように、適当に、左手のこの親指とか、右手のこうちょっとこう薬指でもいいんですけど、こう重ねない感じでこうキュッキュッと巻きつけてください。でこう3分の2まで巻きつけてきたら、この後はこう隣の織り糸2本をこういう感じで針ですくうようにこう持ってきます。でこうキュッとこう引っ張ります。この時の糸の引きが足りないと、後でここの部分の刺繍糸がこう緩んだような感じになって美しくならないので、ここはこう結構強めに、でこれこっち側に引っ張るんじゃなくって、こういう感じでこう引っ張ってみてください。ここのこう真ん中側に向かってこうきつくこう引っ張ってください。でね、ここでこうキュッと引っ張ったら、ここの織り糸2本と、ここですね、これをね交互に糸でまとめていくんですね。ちょっとねやってみますね。ちょっとね固定してるのですごくやりにくいんですけど、こういう感じでキュッとこう引っ張ります。こっちもこうキュッとこう引っ張っていきます。でこういうふうにこうとにかく一針一針ごとにこう強めに刺繍糸を引っ張って刺していくようにすると、ここの箇所がこうなんとなくこう内側にカーブを描くんですね。でこっち側こういうふうにカーブを描く。そうするとこう最終的にとっても綺麗なマルティーズクロスになるので、とにかくここの織り糸2本、ここの織り糸2本をまとめる時にはもう糸の引き加減をこう強めにということを意識するとこういいかと思います。でね、ちょっとこう喋りながらだとちょっとこうね集中できないので、ちょっとここ刺していってみますね。こういう感じですね。ここでキュッと引っ張って、でまたこれもキュッと引っ張ります。ね、この引っ張る時に右手の薬指をうまく使うとあんまりこ
ストレス感じずこう引っ張れるかなと思うので、こういう感じですね。こう右手のこう薬指をこううまく使ってみてください。こうですね。でね、あとこの時にこうちょっとこうなんかチャーシューのお肉みたいになってるんですけど、左手のこう、中指、私は中指を使うんですけれども、この左手のこの指でこう後ろ側からこうステッチ部分をこう押さえるように、下からこう押し上げるようにして刺すと、こう刺しているここの刺繍糸が安定するので、こうぜひこう左手をこうチャーシューにしながらこう刺してみてください。他のステッチでもそうなんですけど、こうハーダンガン刺繍を美しく仕上げる影の主役はとにかくこの左手なんですね。左手でこう刺してるところとかこう押さえながらこうやっていくと、こう糸があちこち遊ばないので、こうステッチが綺麗になると思います。なのでね、あんまり綺麗に刺せないわとおっしゃる方は、この左手のこの中指でこの刺してるところをこうちょっとこう押さえるようにして刺すと、多分ね綺麗に、多分今刺してらっしゃるのよりは断然綺麗なステッチになると思うので、左手をうまく使って刺してみていただくといいかなと思います。これね針クロスステッチ針でこう尖ってないので、こう当たっても、よっぽど強くいったらちょっと痛いですけど、普通にこう当たる分には全然痛くないので、こういう感じで当ててやってみてください。でね、あとよく聞かれるのが、今こうやって巻きつけてますよね。こういう巻きつけるというか、こう交互にこうやってますよね。ここの回数ですね。この巻きつける回数は何回ぐらいがいいんですかってよく聞かれるんですけれども、これもね特に決まりはないんですね。使ってる布のカウント数とかこの糸の太さによってもこの刺す回数が変わってきますし、またねここの部分をこう小さめに仕上げたい方、それともこう結構こう大きめにこう仕上げたい方、それぞれだと思うので、ご自分のこの好みの大きさになったらもう次こっち側に行っちゃって構わないという感じに考えていただくといいかなと思います。私は比較的ここの扇形っていうのかな、比較的には大きめにするのが好きなので、結構こういう感じでガシガシいきます。これね、ほんとここもっとこうちっちゃい方がいいわっていう方はもうこの辺でやめて隣に行っちゃって構わないです。本当に別に刺繍って決まりないので、自分でこう綺麗だなと思う刺し方、こう可愛いかなっていう感じで刺していけばいいので、本当参考程度にこう聞いていただくといいかなと思います。でだいたい私はこのくらいで隣に今行きたいなと思うので、ここまで来たらこういう感じでもう一回というか、この織り糸2本をこうやってまとめていきます。こういう感じですね。でこう作ってみてちょっと形が気に食わないかなと思ったらこう針を逆
逆再生、逆にこう戻してもう一回こう刺し直してもいいですし、もうね自分のこの感性のままに刺していけばいいかなと思ってます。なのでね、ほんとこの巻きつける回数はこう何回とかっていう感じではなくって、ここの大きさが自分の好みになったら、もうこっちの隣側にこう移っていって、またここを行ったり来たりしてこう形作っていくといいかなと思います。でね、こっち側にこう刺していくときに、今ねこれ私喋りながらこう刺してますし、何回刺したかこういちいち数えてないんですね。でこっち側でもこう刺していくときにいちいち回数とか数えてなくって、この大きさと同じような感じでここを作っていけばいいかなと思うので、回数はそんなにね数える必要ないかなと私は思うんですね。というのも、この今ここ結構こう糸を引っ張りながら刺してきたんですけれども、ここね同じ強さでこう一針一針の糸を引っ張ってるつもりでも、やはりねこう多少の力加減のこの差が出てくるんですね。なのでハーダンガー刺繍いろんなステッチ、あるんですけれども、かがる時にこうきっちり本数を決めて刺していくと、こう全体が仕上がった時に意外とこう形が美しくないということが起こったりするので、ここのこういう布の目数を拾って刺すのは別なんですけれども、こういうかがりのところはこう糸のこの刺す回数にこだわるのではなくって、こう全体をこうパッと見た時に美しく見えるというのが大事かなと思って、お教室の生徒さんとかにも別にこの回数気にしなくていいですよっていうのはよく言ってます。なのでね、これとかもそうなんですけど、40カウントで刺してるので、もういちいちここ数えてないんですね。ここはマルティーズクロスなんですけど、なんとなく見て形がこう綺麗になればいいかなっていう感じでいつも刺してます。さっきの見本でもここですね、こう刺してきてるんですけれども、この4つこの4個のこのそれぞれのステッチ回数ね、1本ぐらい違ってると思います。そんなにねこう刺繍作品って、自分で刺す時には結構細かいところ気になったりするんですけど、他の人が見た時にはこういちいちここがこう本数揃ってるとかこう見る人いないと思うので、いたらちょっと嫌かなと思ったりするんですけど、作品ってこうパッと見た時に綺麗っていうそれで構わないので、あんまりねこの細かいところは気にせず、そこにばっかり意識いかずに、こう全体を見た時に綺麗というような感じにさせるようになるといいんじゃないかなと思ってます。マルティーズクロスに関してはこう糸始めとかこう糸の運び方による模様の違いなどこうたくさんのテーマがあるんですね。で今回ちょっとそれやっちゃうと長くなっちゃうのでそれらに関してはまたそのうち別の動画で徐々にお話ししていきたいと思ってます。というわけで今回はマルティーズクロスを美しく形作るコツのお話でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。